おはようございます。たかしです。本日は9月12日木曜日、ただいま9時53分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からです。昨日は一度大きく下落して、そこからの急上昇になっておりますね。かなり長い下髭を残しております。これが印象的です。現在は週足に引いたこのオレンジのラインがあるんですが、そこが意識されてますねっていう話はしておりますが、結局昨日も下抜けに失敗して長い下髭、そして本日は強めの上昇に入ってきておりますので、一旦上昇方向を見ておきたいですね。ストキャスティクスも安値圏にありますので、基本的には上昇しやすいという風に思っておきたいです。ただし大きなトレンドとしては GMMA の青帯が下向きですよね。ということはこれ下落トレンド中ですので、ここ下落トレンドなので、基本は上がったところは売られやすいという風に考えておきたいので、今の上昇っていうのは一時的な上昇と考えておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足の GMMA も下向き、日足も下向きですので、今日足も4時間足も下落トレンドだということはわかります。現在4時間足ではこのような感じのトレンドを作っているんですね。こういう下落トレンドを作ってきております。で、ここからじゃあ今までのこの流れでいくとここから下落になるのかっていうところですね。ただ今まで一度も GMMA の青帯に接触しておりませんので、一度この辺りまで戻してきてもおかしくないなとは考えております。そうすると187円とか188円ぐらいまでの上昇。ちょうどここに白い水平線がありますね。これ先日もお話ししてましたが、ここ意識されているのがわかります。過去何度も止められているポイントなんですね。ということは、188円付近っていうのは上値が意識されるところですので、もし本日そこまで上昇してくればそこからの下落みたいな、そんな考え方を持っておけるといいと思います。ただ直近ではこのあたりが意識されているっていう話も昨日お話ししていたと思います。187円付近ですね。その辺付近も意識されてくると思いますので、このあたりまで上昇してくればそこからの下落の流れっていうところも考えておくと、トレードのタイミングがわかりやすいと思います。ストキャスティクスはまだ上昇中ですので、もう少し上昇方向に動きやすいのかなとは考えます。では1時間足です。昨日はかなり激しい動きをしてましたね。前半午前中は下落して、そこから一旦上昇して GMMA の青帯に接触してからの下落、そこからの急反発で現在 V 字で上昇しているところですね。そして今再び GMMA に接触してきました。ここからこの GMMA を上抜けられるかどうかですね。上抜けてくると、この直近の高値、先ほど言った白い水平線付近まで上昇と考えられますが、ストキャスティクスも高値圏にありますので、もしかするとここからこういう下落の仕方をしてくるかもしれませんので、その辺も見ておきたいですね。下がってくればここ、オレンジの水平線は意識されております。これ4時間足で見た時も意識されておりましたよね。ということは、このオレンジの水平線はまた再び意識されてくると思いますので、もし本日ここから下落してきたとしても、オレンジの水平線付近からの再び反発上昇も見ておくと、エントリーのポイントがわかりやすいと思います。ではドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。こちらも昨日は長い下髭で返されてきてますね。直近のこの安値っていうのがありまして、だいたい 141.5 円ぐらいのところだったんですが、そこを下割り込んできまして、下髭で返されてきている。こちらも本日は上昇から始まっております。これも GMMA の青帯まで結構距離があるんですね。今まで GMMA の青帯に接触しておりませんので、そう考えるとどこかのタイミングで GMMA の青帯ぐらいまでは戻してきてもおかしくないと思いますので、それが今回なのか、それともまだ先かはわかりませんが、今のこの動きを見ているとこういうトレンドですよね。こういうジグザグという動きをしておりますので、そう考えるとここからは一度上昇して、そこから再下落っていう、こういう動きがイメージできますので、この辺の流れ、今ですのでここの上昇部分ですね、この辺の動きを本日からしてくるのかなというところを見ておきたいです。では4時間足です。現在は GMMA の青帯に接触して、そこで今上髭をつけてきているところですね。この動き過去も同じようになってますよね。この辺 GMMA 接触して下落、ここもそうですよね。基本的に上昇したところは売られやすくなってます。このあたりもそうですよね。長い上髭をつけてますので、このあたりのラインが意識されているのかなと思いますので、144円手前ぐらいっていうところは上値が重くなる、そんなポイントになってきてます。現在は GMMA で接触しておりますので、日足はまだ上昇の可能性がありますが、4時間足を見ていると、今までの動きですと、こういうトレンドを作ってますので、そうすると今上昇してきて、ここから下落していくのかっていうところですね。ただこの下落、このオレンジの水平線と
か昨日の安値、このあたりで止められてくると、そこから上昇方向には向かいやすくなりますので、例えばこういう動き方なんかも想像していく。もしくはここからもう一度昨日安値まで下がってきて、ダブルボトムで上昇するですよね。こういうダブルボトムを作ってくる可能性がありますので、その辺も見ておくといいかもしれません。基本的にはこれ GMMA の青帯下向きで下落トレンド中ですので、上がったところから売っていく。今みたいなこういうところですよね。戻り売りポイントに来れば売っていくっていう考え方でいておく。ただストキャスティクスもう少し上昇余地があるので、そうするともう少し上昇、144円手前ぐらいまでは上がってくる可能性を考えておきたいです。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯、大枠では下向きなんですが、そこを上抜けたり下抜けたりと方向感のない分かりにくい動きをしております。本日も朝から上抜けてはきたんですが、今結構戻されてますよね。ですので、ちょっと分かりにくい、方向感が分かりにくいので、今 GMMA の青帯がここにありますので、ここでサポートされれば GMMA の青帯がこういう風に動いてきますので、ここで今下げ止まるのであればここからの上昇で、直近の高値のこの赤いライン、143.5 付近までの上昇をイメージしておくといいと思います。そして 143.5 付近からこのラインですよね。このゾーン、ここですね。このゾーンっていうのはちょっと分かりにくい動きをしそうですので、ご注意ください。143.5 から 144.2 付近のこのゾーンっていうのは分かりにくい動きをするので、もし押し目買いで考えるのであれば、ここを上抜けてから、144.2 を上抜けてからがいいと思いますし、逆に戻り売りで考えるのであれば、この辺のゾーンを背に戻り売りを考えていけばいいと思います。まずは一旦上昇方向をイメージしておりますので、戻り売りをするなら、まずはそのゾーン付近まで引き付けておくのがいいですね。なので、いつも言いますように、このあたりにアラートを仕掛けておくですね。143.5 とか 144.2 とか、このあたりにアラートを仕掛けておいて、そこからの戻り売り、アラートの通知が来れば戻り売りをしていくっていう、そんな考え方でいいと思います。トレーディングビューまたご利用でない方は、無料登録で使えますので、概要欄に URL を貼っておきます。使いやすいチャートをお探しの方はぜひご利用ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは9月末までは初月無料キャンペーンを実施中です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。